サイトが出来上がっております。アプリ側でも見れるんで結構楽です。ふーちゃん、お着替え完了です。割と雨が降っています。あ、見て、ピーチ姫っぽい前髪。はい、皆さんこんばんは。今ですね、関越自動車道を走っております。で、今日はですね、明日いつもねよく遊んでいる方々のねイベントがありますので、今ですね、そちらの会場の方に向かって走っております。会場はですね、静岡県朝霧高原オートキャンプ場というところなんですけども、今日はね会場までは行かず、手前のね道の駅とか、サービスエリアらへん、道の駅まで行けるかなまでね一応目指して走っていこうかなと思っております。160キロぐらいなんで、そんなに遠くはないんですけど、夜中でね今日もね仕事上がりに走ってますので、十分ね気をつけてね走っていこうかなと思っております。おっさん族っていうね YouTube ねやられてる方々の YouTube で知り合ったというよりかは、その前からちょっとキャンピングカーのね仲間として知り合ってて、このねチームでの集まりがね、おっさん祭りという集まりがありますので、このね参加する側で一緒に、ほぼプライベートですね。そうキャンピングカーの動画にしてる時ってだいたい旅とか自分たちがね主催でやらせていただいてるイベントの方が、どっちかというと今まで多かったんですけど、結構ねこういうオフというか、旅もでもなく自分たちのイベントでもなく、オーナーズでもない時って、何してるかっていうとね大体こうやって遊んでます。でオーナーズとかもねこういうところで知り合ってで話して、で2回目3回目と会った時に撮影させていただいたりとか、大体ねそういうパターンが多くて、結構ねこういうオフの時間っていうのもねすごくね、つながりってやっぱ大事だし、すごいね楽しい時間を過ごせますので、これはこれでねキャンピングカーのねまた違った楽しみでいいのかなと思っております。あんまりねただ撮影することはないし、今回もメインっていうわけではなく、あくまでもねちょっとメインもね後ほどご紹介するあるねものがありますので、それがねメインになってはくるんですが、なんかねこうね会場の雰囲気とかもね楽しんでもらえて、またねキャンピングカーのイメージというか、こういった遊び方もあるんだよみたいなのがねお伝えできればいいかなと思っております。はい、ということでね、まずはですね、静岡県の方に向かって、走っていきたいと思います。あと3分ぐらいで河口湖のインターまで、来ました。途中渋滞というか、少しね混み合ってはいたんですけども、大体ねこんな感じであんまり車いない感じで走ってこれました。ただですね、僕らが談合坂を過ぎて20分後ぐらいかな、急になんかねどっかで事故があったみたいで、その後にその通行止めが出ちゃって、ちょっとね時差で、向かってた方がママのところにね連絡が来てて、中央道走れないらしくて、それ河口湖方面ねなんか通行止めになってるみたいで、結構今なんか下道で行ってるって言ってて、結構大変みたいで、僕らもね談合坂で止まってたら多分同じような感じになってたと思うんですけど、本当ねギリギリでした。でこの調子で行くとあと30分ぐらいかなで多分朝霧高原の方に着くので、今日はそこまでね頑張ろうかなと思っております。こっち来だしてちょっと寒くなってきた。そうだね、今ねもう河口湖の方に来てますんで、気温がね下がってきてると思います。朝霧高原確か夜10度ぐらいしかないっていうんで、かなりね、寒い感じかなと思っております。およそ400メートル先料金所です。その先ほら隣が富士急ハイランド。見えるかなあ、見えてるな、富士急ハイランド。なんかやっぱあれだね、この辺は夜は全然車がいない。動物注意だって。もうなんかあれだよね、すでに動物が出てきそうな雰囲気だ。なんかあれだよね、北海道みたいだよね。この辺はなんかさ、青森でもよくあるじゃん、こういう道。あった。なんかでもあれに似てない？そのなんだっけ、美瑛夜走って道の駅にさ行ってさ。青い県でしょ。そこだっけ。あれも確かに問題なんですよ。ここはね朝霧高原のすぐ近くなんですけど、結構ねこういう感じの道がね続くっぽい。ごめんね、あと13キロぐらいあるけど。ずっとこれ。こんな感じだったっけ？ゆうすけさんとパンダさんとさ、売りママと夜そう向かった時の道これ？じゃない。じゃない。同じ場所だよ。でも同じ場所行ったけど、その時は反対側から行った。反対か。
なんかすごいねこれ。すげえモリモリしてる。怖いんですけど僕。まだ車だからいいけど、これバイクとかでも嫌だよね。やだよ。この道通りたくないよ。さっきでも4度だったよ。6度から4度になってたよ。10度ぐらいかななんて言ってたけど、4度で4度で明日凍えちゃうかもさすしれない。がにさ、ダウンは持ってきてねえよ。できてないよ。そろそろらしい。そうでしょ。そろそろ信号が出てくる。その信号を曲がらないと大変なことになる。こんなに車が出てくる信号が赤い。ずっと真っ暗。やっぱね、ローだとね、画面上で伝わるか分かんないけど見づらいのよ。ハイビームにしてようやく向こう側が見えるっていうか、こういう時にはハイビームって重要だなっていう。ちなみにね、これ今使ってるやつ、たまにね、何使ってるんですかって聞かれるんですけど、 HID じゃないんです。 LED を使っております。一応ね、国産のメーカーのやつ使ってます。これでね、だいぶ見やすい。ちゃんとね、車検対応品なんで、その辺もカットラインもちゃんと出てる。こんなに街灯ないことある？家がないからじゃない？あ、なんかさ、カレーやっかり。あ、今なんかどこ行った動物いたね。なんか今ピョンってしてる。ウサギ？この先シッカーってシッカシッーゾーンらしい。カーゾーンだよ。この状況からさ、横から突っ込まれたらそりゃなすすべなしだよ。およそ2キロ先、でもさ、なんかこういうところでシカシカとか言うけどさ、あんま出会ったことないよね。あ、そうこうしてるうちにもう着く。およそ500メートル先、はい、ということでね、無事に到着です。はい、今ですね、無事に到着です。で、ふーちゃんはもう爆睡です。そうでね、先にちょっとご紹介しちゃおうかなって。今回ね、新しいアイテム連れてきております。こちらです。これね、僕らね、紹介させていただくのも初めてのメーカーになります。オールパワーズっていうメーカーです。最近キャンピングカーの集まり、それこそキャンバケとかいろんなイベントとか行っていろんなねキャンピングカーオーナーさんに会うんですけど、ね、最近よく見るんですよ、このメーカーオールパワーズ。ソーラーとかでも持ってる人がいたりして、でちょっと気になって調べてみてたんですけど、なんとね、レビューのねご依頼でご提供いただけるというメールがちょうど来てまして、タイミングよく今回ですね、それでご提供していただきました。でこちらのモデルがですね R1500 っていうモデルになるんですけども、容量がですね 1152Wh、出力がね 1800W まで使えるということなので、基本的に電子レンジとかもね全然動かせます。これね、何が特徴的かっていうと、実は最近ね 2000Wh を超える容量の大容量系ではなく、その半分の 1100Wh 前後で、それでもハイ出力高出力な 1800W のインバーターを搭載みたいな、実はねこの手のモデル今すごく人気です。この大きさ、これでね 16.7 キロしかないんで、これ今ねバンクに乗せてるんですけど全然持ち上がっちゃいます。だいたいね大容量系 2000W のクラスになると30キロ超えてきちゃうんで、ちょっとここに乗せるのしんどいんですよ。それがね16キロしかないんで、そこはねだいぶいいところなのかなと思ってます。ただね、実際家で何回か使ったんですけど、正直ねちゃんとね使わないとこれがいいものかどうなのかっていうのはねやっぱりねはっきりしないんで、そこはちょっとまたね今回のキャンプで使ってみて、当然ねメリットもあればデメリットもあると思いますので、そういったところもね、合わせてねご紹介できたらなと思っております。とりあえずね簡単にねスペックはね今この右側に出てるかと思うんですけど、こちらがねスペックになります。大きいところで言うと、そのね 1800W のインバーターとか、あとはねバッテリーの種類、これね結構皆さん気にされる方多いと思うんですけど、いわゆるねこれリン酸鉄って呼ばれてるねちょっと安全性の高いモデルのポータブル電源になります。これねちょっとねメーカー保証もすごいんです。メーカーね5年保証ついてます。なので、そういったところもね結構安心して使える要素なのかなと思います。もういわゆるねいい機能はしっかり搭載しつつ、形も大きすぎず、重量も重すぎずっていう感じで、ちょうどいいサイズなのにハイパワー、これがねすごくいいかなと思ってます。なかなか衝撃的な情報があって、これ R1500 ってモデルになるんですけど、オールパワーズさんのホームページで僕探したら最初なくて、で今日一応ねそれ聞いたんですよ、撮影前に。そしたらですね、なんと今日10月13日の金曜日、なんとこれ発売日でした今日。なので発売早々のもの、発売日に当日に今使ってます。まさかのオンタイムです。今ねこうやってちょうど出てます。
しっかりちゃんと登録されてますので、はい、まあねさらっとね昨日のとこで言うと、まあこの辺はね一般的によくあるこの電源スイッチ真ん中ピッと押してこんな感じでね電源がついて、これでねここの USB とこが使えますよ。であとこれねこちら押すとこれ AC ですね。でねこの辺もねちゃんとこういう3ピンのタイプになってて、でねこれもちょっと特徴的だなと思ったのがこのカバー、ゴムカバーがですねちゃんとねはまるようになってます。ここにこうやってねちゃんとこうやって押し込める。でこれちなみにですねアプリ連動しております。はい、こんな感じでね Bluetooth デバイスをね入れる画面があります。この状態でですねどうやってねつなぐかっていうとこんな感じになってるんですけども、ここのボタン DC のボタンこれをね3秒間押します。そうするとここにね Wi-Fi マークと Bluetooth マークが、でこれが出てくるとこっち側でね Bluetooth デバイスっていうのを押すと、はい、こんな感じでねちゃんと出てきます。でこれをあとね選択してあげれば、今ね画面右側に出てると思うんですけども、こんな感じでですねこのアプリでね、インターフェースになってますので、入力で何ワット出力何ワットとか AC ボタンを押すとこんな感じでですねこちらから起動することもできます。 DC も同じですね、こうやって起動することができます。なんでアプリ側からもねコントロールできます。でアプリ側はね充電速度、これもね普通充電と急速充電、それから消音充電、これね消音充電家でやってみたんですけど全然音しないです。でねやっぱ急速充電はねそれなりの音はします。ファンが回る音もしますので、個人的にはね普通充電とか消音充電でいいんじゃないかなって。なんで僕はね結構この辺の機能もいいかなと思ってます。はい、とりあえずねこんな感じで使えるので、あとはね実際に使ってみてちょっとねご紹介できたらなと思っております。今ね試しに R1500 下に下ろしてみたらなんとここにぴったりです。あ、でこれあれだ、上にあれがついてんだね、携帯充電するやつ。ああ本当だね。これ上に置いときゃ充電できるんだ。ちょうどいいな、高さもちょうどいいね。でこれねちょっと特徴的なのがねこれ何かっていうとね拡張できるんですよね。ちょっと今ね拡張モデルがないんで実際につなげないんですけど、これつなげば容量アップができるやつ。これね何が特徴的ってワンタッチを押すと開くタイプです。これね結構重要ですよ。これね意外とね外すタイプだったりなんかこうねパカンってするタイプだったりするんだけど、爪のタイプだったりするんですけど意外とよく壊れる。なんかホールパーツのねこれはね、これは充電の方ですね。 AC それからソーラー。これもう一個特徴的だなと思ったらね、これねなんか過電流流れてる時の保護装置で、要はブレーカーみたいなもんです。でこれをリセットみたいな、これも、ね、結構珍しい装置なんだと思います。でもこういう結構安全機能っていうのはねすごい重要なので、トリップした時にこれを押せばリセットされるっていうモードですね。はい、で今日はですねもうね12時40分とかなり遅いので、カフェラテとかねお茶とかなんか飲んで寝ようかなと思ってます。早速ですけど電気ケトル、これ1500ワットぐらいいくんじゃないかな。1200から1500の間ぐらい、結構いい感じで電気食います。ちゃんとねこのオールパワーズ R1500 動くかどうかこれで検証しようかなと思います。はい、まずね電源入れる前にこれをねこう開けて、よし、プラグを挿す、電源オン、スイッチボタンを押すとこれで今電気入ります。メモリがスイッチオン。回り始めました。1300ワットぐらいかな。あ、でも思ったよりか静かだね。思ったより静か。1300ワット使ってるのにこんな静かなの。これこの方だけなのかな。1300ワット使って今僕がこの聞いてる音はかなり静かです。もう 95% なの。そう、1100しかないからね。もう6%消費して、もう7%消費して。早っ。まあそっか、半分だもんね。そう、これがねいわゆる大容量じゃないのでなくなるスピードも当然速いです。この数字、これがね当然2000のね大容量タイプだとまだ 5% ぐらいしか多分減ってないんでしょうね。そうだからねこの辺はね電気の使い方とかはねちょっと考えなきゃいけない。でただですねメーカーによってこの減り具合、パーセンテージの減り具合は例えば最初は速いけど半分から下はねすごい遅いみたいな、そういうこともねあったりしますので、これは何とも言えない。ちなみに今沸かしてる量は 0.5 リッター以下です。 0.4 リッターぐらい。あ、来た。もう沸くよ。 15% ぐらいか。はい、今ね沸きました。 15% です。で使用後はねもう普通にこれを切って、この辺はね普通のボタ電と一緒ですよね。
オッケー。入れますよ、普通に分けてます。いや、それで分けてなかったらさ、ケトルに問題があるんだよね。電気じゃなくて。そうだね、熱いよ多分。マジね、このマグ変えた方がいいわ。次の動画ぐらいでも言うけど、マグ変えた方がいい。暑いマジで。今お外に1分ぐらい出したら涼しくなる。いや、それぬるくなるわ。外4度しかない。まあでもこういうね、寒い日はね、ほんと車の中でこういうね、あったかいカフェオレとかね、飲むのもね、すごくこれはこれでまたね、キャンピングカーの楽しい旅の一つだと思います。外4度なのに4度の格好じゃないのよ。そう車の中あったかいからね。もう FF ヒーターの時期ですからね。今もうね、車内温度23度ぐらいあるんで、23.5 度なんでだいぶ快適です。こんな感じでね、のんびりできるのね、ほんとキャンピングカーのいいところです。こゆちゃんはもうのんびりどころか寝てるけど、まあでもさ、こうやってさ、車の中でさ、子供は寝てて大人はこうやってできるスペースがあるっていうのはいいよね。そういう使い方ができるの本当にね、時間がね、有効的に使えるんで、これなんかサイドテーブルにもなりそうや。いい感じだ。高さいい感じだな、これよく見たら。収まりがいい。すごくね、違和感なくしっくりきてる。これキャンプの時すげえ楽だったもん、このサイズ。置くところもね、これぐらいだったら取れるんですよ。大容量だとね、ちょっと置く場所も困っちゃうし、よく凝らせになっちゃうから、その辺がね、このぐらいの大きさでこのぐらいの重量だとね、使いやすくてすげえいいとこです。冬はだいたい電力使うのは、まあ、ケトルとか電子レンジとか、あとドライヤーぐらいだね。ああ、ドライヤーもこれでも全然平気でしょ。それ以外はだってもうエアコン使うことに FF ヒーターだし、思った以上に減りが早いから、明日とかドライヤー使ってみてどんぐらい減っちゃうか。そうだね、ちょっと使って実験してみよう。どれぐらい減る。髪長いのが2人いるからね。そんな感じでね、明日もね、このポタデを使ってみようと思います。はい、はい、今ですね、ベッドもできて、うーちゃんも移設完了しましたので、もう寝ます。今日はね、ちょっともう仕事も疲れたし、寝ます。皆さんおやすみなさい。はい、おはようございます。今ですね、7時57分です。室温がね、19.2 度、湿度 54% です。昨日もね、夜やっぱ寒かったので、FF ヒーターはね、こんな感じで真ん中に設定したまま寝ております。まあ室温19度なんで少しやっぱまだ寒いかなって感じがします。湿度はねそんな下がってもないので、まあでもちょっと乾燥してるかな。やっぱり乾燥はちょっとしちゃってるけど寒いので、ちょっと FF を一旦上げて朝のね準備とかしていこうかなと思います。外は晴れてるかな、この感じだと。はい、なのでね、ちょっと準備してね出発したいと思います。はい、うーちゃんおはようございます。おはよ今日はうーちゃんのが早く起きたの？はい、じゃあうーちゃんも起きてください。はい、ママピーちゃんもずっと寝てるそうです。ママは多分冬になったらさ、クマみたいにさ寝てるんでしょ。冬眠だね。冬眠してるでしょ。本当だね。よし、じゃあ準備しましょう。はい、じゃあねこれからね朝ごはんをね、食べようかなと思います。今日はね、昨日使ったねあれティファールの電気ケトルと、あとねいつもねこの下に埋まってるトースターをね使おうかなと思います。先にケトルを使うことにします。う。どうせだって暑くて飲めないし。そう、ポタ電を電源入れといてと確認も兼ねて、よいしょ。 OK。 意外とね消費がね激しいのかどうか。昨日ね 15% 使って今ね 85%。 これケトル1回分なので、今回ね数字通りいくんであればまた 15% 減って 70% になるのかなと思います。いやまあ、いずれにしてもねこの 1300W 以下の時のこの音はねすごく消音です。じゃあこの間にねトースターを出します。今日いろいろ持ってきてくれた。はい、そうこうしてるうちにお湯が沸きそうです。ちなみにパーセンテージは 78% ですね。あれ昨日よりか減ってないな全然。やっぱあれなのかな、表示の関係もあるんだなこれ。そう、多分100から90% の間までが多分早いんだろう。実際にこの感じだと多分 75% ぐらい止まるかと。ちなみにね昨日とね全く同じ分の水量でやってますので、0.4、0.5 に近いぐらいでケトルを沸かしてます。だからね消費電力は変わらないはずです。でも実際は今ちょうど終わったんですが 76% なんで 9% で回せましたね。で考えると思ったよりも長持ちしそうです。実使用としては
これはねいい方のメリットですね。よし、まあそうこうしてるうちにこっちも用意できたので、今度ねポタ電をこっちに移動します。はい、そしたらねポタ電を移動します。これね軽いんだよ。こんな感じでふっと、はい、こんな感じでね収まりがぴったりです。高さはまだまだ余裕があるかな。でこの状態でねポタ電をね使ってポトースターをね回そうかなと思います。熱々になっちゃう。はい、ということでね今から使います。この感じだと1枚ずつになりそう。まあいいんじゃない。表面で焼くよ。うん。とりあえずねこんな感じでちゃんと使います。消費電力は1000ワット近くかな。ね、バッテリー残量、74%。こんな感じで出ます。で、出力がね982ワットですね。アプリ側でも見れるんで結構楽です。はい、パパの iPhone と比べるとすごい膨らんできた。こんな感じです。あ、これなんか伝わりやすいかも。こんな感じです。iPhone 12 Pro と比べるとこんな感じですね。1個できました。瞬間、出力が止まった瞬間に音も止まるという、これもなかなかないケースです。どうぞ。この状態で本体が熱いかどうか。はい。ああ、冷たいね、むしろ。すごいね。うん、全然余裕なんだ。じゃあ2陣。はい、ちなみにね、今日のピザこんな感じです。まん丸い系です。でこれがね、トースターだとね、1枚ずつしか焼けないんで、今1枚ずつ焼いてます。はい、まあ、そうこう中にしてね、3枚目です。よき。そうでね、すぐねトースターのね出力が止まるとこの音も止まるんですぐ分かります。はい、ということでねご飯できたのでちゃっちゃか食べちゃいまいしたた。だきます。はい、じゃあいただきます。いただきます。お外は寒かったな。トースターがね使えるとね朝ごはんねこういう感じでできる。まあ車のサブバッテリーだなできなくはないんだけど、車はでもなんかよくいろんな他の電力っていうかあれ使うからでいろんなところに回したいからなるべくあんまね車の方のバッテリー使いたくなる。そうサブバッテリーシステムが搭載してない人こそポタ電の方が一番フル活用できる、本当は。はいということでね、ご飯もねちょっと食べて準備して、会場の方にね向かっていきたいと思います。そしたらね本日のコメントテーマですが、今日はですね実はイベントでね、ハロウィンのイベントでもあるので、うーちゃんもねこの後仮装します。今回のねコメントテーマは、そのハロウィンにちなんでですね、ぜひね皆さんのハロウィンの思い出をコメントで残していただけると嬉しいです。去年こんなことしたよとか、逆にハロウィンって何もしたことないっていう、僕らも正直ねあんまりハロウィンってしたことなかったよね。ない。てかここ最近じゃん。そう、ここ数年なんですよ実は。10年前ハロウィンなんて、知ってはいたけど何もやってないよね。なんで実はね僕らもそんなに詳しくないですハロウィン。ただうーちゃんとかねやっぱ子供世代はねハロウィン大好きだから、今日もねハロウィンパーティーだけど、うちあんまイベントごとそんなに大ごとにしてないからね。ぜひね皆さんのハロウィンの思い出をね、教えていただければと思います。コメント欄でお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちなみにこのポタ電ねこんな感じでママでも全然持ち上がります。筋トレしてる。よくあるお米ぐらい2000ぐらいの大きさよりは全然仮でございます。大容量系はねちょっとママじゃ持てないんで、なんか重そうだなって思ってなんか構えて持つよりは軽く感じた。そうこれね見た目が重そうなの。なんて言うんだろう、ごっついんですよね。見た目が重そう。そうただ実際そんなでもないです。さあアイロン使います。アイロンくらいは余裕だよね。余裕です。1.200 ワットぐらいかな。うーちゃんの髪をねやるよ。うーちゃんの髪やるよ。やるよ。意外と人の髪の毛アイロンするのやりづらい。ちょっと熱いから気をつけて。席かなきり。あったかい。あったかい。パパ見て、ピーチ姫っぽい前髪。はいということでですね、今からですね会場の朝霧高原オートキャンプ場に向かっていきたいと思います。入場がね11時からだったんですけども、場所をね、もう会場の方用意していただいたということで連絡をいただきましたので、これからですね会場の方に向かっていきたいと思います。
でこっから距離的には8キロなんで、すぐね到着するかなと思います。ただね、僕らもねこのキャンプ場行くのは実は初めてなんで、どんな感じなのかよく分かってないんですよね。それこそジャンボリー以来じゃない。そうか、去年か。去年の初キャンパケ初開催の時がちょうどね、何月 ?4 月 4月の初開催の時がちょうどこのジャンボリーでした。今日はね、おっさんずのイベントですので、行く方のイベントってもなかなか最近はなかったので、逆にねこれはこれで楽しみです。結構ねこの辺朝霧高原周辺って割と人気スポットなんで、見ての通りね車もかなり多いです。この時間で、本当だ、出てきた。朝霧オートキャンプ場左って書いてあれか、確かになんか結構奥まった場所にあるね。結構奥行くのね。この辺だな。いた仕事してる。よくしてるメンバーがいたからよかった。入り口がねちょっと狭いわ。あれ仕事してる。お久しぶりです。仕事してるよ。みんないた。本当だ。もう一面がここに。一面がここに。ここも一面が。一面が。おはようございます。お久しぶりです。楽しんでてください。よろしくお願いします。遊びます。確かになかなかすごいねこれ。林間サイトって感じだね。はい、どうぞ。出ますか。るいちゃん、お着替え完了です。じゃあみんなのとこ行きましょうか。ちょっと待って、ママ出てくるもの待ってて。いや、こっちはなんでマリオのシリーズ、こっちはプリンセスだから。こっちはマリオのピーチ。こちら今エアーテント設置していただいております。おはようございます。よろしくお願いします。朝から働いてる。すげえ、かわいい。ちゃん久しぶりだね。覚えてる？大きくなったね。だいぶなんか急に背伸びた。ね。なんかだんだんおっさん族って柄が悪くなってきましたね。さっぱりしたね。さっぱりしたよ。爽やかにめっちゃしたつもりだけど。爽やかに。なんか全然爽やかさないみたいな。キラーンってだんだん柄の悪い組織になって。音入れといて。こんな感じでサイトが出来上がってます。エアテントとね、三々のタープテント。これはね、ちょうどいい感じでつながります。中もこんな感じで。で、あそこ開けちゃえばつながるんで。こんな感じで。子供たちは今この中に。はい、こんな感じでですね、サイトが出来上がっております。今日はね、このおっさん族のイベントなので、皆さんすごい気合が入ってます。で、上がこんな感じでハロウィン仕様で、ちょっとねそろそろカレーをいただいたんでご飯食べようかなと思います。こんな感じでオールパワーズちょっと朝使っちゃいましたけど、こんな感じでいいです。これいただいたカレーです。今日のイベントでいただいた。こうやって見ると結構色違うね。中辛と甘口と。なんか入ってる肉も違うよね。こっちチキンだよね。鶏肉だよ。こっち豚かな。夜はねこれを使ってまた何かねしようかなと思います。お菓子が好きなんだ。お菓子が大好きな人は好きに食べていいですよ。お菓子いりませんか？お菓子いいですか？じゃあこれからですね、オールパワーズこれを使ってですね熱換気をね動かそうかなと思っております。62% 残りあるんでこれですね熱換気で、これ電源入れて、であとね温度の設定をプラスをして多分55ぐらいまでいったと思うんだよね。はい、こちらですね59度に設定して、今ね14度なんで
ここからどんどんね温度の方が上がっていきます。はい、ということで今ですね、59度からね今17度になったので少しだけね温まってきました。でこれが59度まで、その付近までね上がりきったらこちらたぬきちにね、日本酒を入れて温めて熱燗にします。で今日の日本酒はこちらですね、鴨泉っていうね、日本酒になります。広島のお酒らしい。そう、これねキャンバケでねいただいたやつなんですよね。今日までね温めてきたので、最後にねこれ熱燗にして、でも冷やでも飲めるのかな。これかなりね美味しそうなお酒だったので、家から持ってきました。今日はねこちらをね熱燗にしようかなと思っております。でちなみにこれ何ワット使ってるかっていうとこちらです。227ワットで残 61% なので、全然余裕でね使えますかね。はい、こちらですね、鴨泉の方をねたぬきちに入れていきます。こんな感じですね。とっくりに日本酒入れます。はい、ということでねたぬきちにはお風呂に入っていただきます。ぴったりですね。いい感じの湯加減です。であとはねもうこの状態で待つだけです。こういう感じでねアウトドアでね電気の熱燗機っていうのもポータブル電源があると簡単にできるっていうのもね、すごいね使いやすいいい点なのかなと思います。本当にねこのサイズだとねこういう風にキャンプのねレイアウトの中に入れても全然ね、浮きもしないしちょうどいいサイズ感で使えます。この辺はねこの R1500 のねサイズ感のいいところなのかなと思います。あれだな、夜はドライヤーとか。そうだね、またお風呂とか入った後シャワーとか入った後ねドライヤー関係とかね大きいね出力のものも使えるのでそれもね、夜ね試してみたいと思います。はい、ということでね、準備できましたので、ね、この後ね、少し宴とか始まりますので、一気に、ね、動画の方はまた飛んじゃうかと思いますがぜひね見てください。じゃあダメだ。感じですね。たぬき系の熱燗できました。ね、ちょっといただきます。うまい。うまいね。今日もねいい感じでできております。はい、お風呂に入ってきたのでドライヤーをしようと思います。今 57%。 さあうーちゃんドライヤーしていきます。お友達の方も使うので4人分のドライヤーです。こちらになります。そう、ママとうーちゃんとちとさん登場ちとさんとあとパパが後でお風呂入った時のねやつで4人分ということ。はい、4人分ということです。今 57% か。うちは伸びたね、全然1回も切ってないんですよ。3回ぐらい。もう切ってるの？結構こんなに？はい、3人分のドライヤーが終わりまして 39% です。結構使えたんじゃないかなって思います。はい、ということでこの後パパです。はい、ということでねドライヤーをね使っていきたいと思います。残りね 33% です。ちょっとね動画を撮り忘れてまして、今ね最後のささっとだけ撮りました。実際にはね36ぐらいだったかな。何パーだったんだろう。でもそんなね使ってないです。で今ね、終わりました。ちょっと失敗しちゃいましたね。動画回してると思ったけど回してなかったわ。とはいえね、パパとママとうーちゃんとあとそれからねもう一人ねちょっとねドライを貸ししてたんですけど、それでもね 32% までしか削れてないのでこの後にまた 30% 使いますんでいよいよ熱燗にフル稼働してもらいます。なんかねすんげえ長いすんげえ長いポッキーみたいな花じゃあこうやってみんな出して、うーちゃんちゃんと握って、そうそのままでいればいい。すごいね、絵としてはすごいね。そのままだよ。名前覚えましたか？疾風陣雷組ですよ。雷神じゃありませんからね。ということで今回はね特別に花火の許可をいただいて皆さんで最後のイベントの花火を今終えたところです。おはようございます。今ですね9時28分
で室温が 21.3 度、湿度 67% です。音がね聞こえるかと思うんですけども、今日はねあいにくの雨です。こんな感じですね。割と雨が降ってます。うーちゃんおはようございます。やっとここまで来ました。はいでおはようしましょう。大丈夫かな。また気をつけて。お題言えなくて大丈夫。大丈夫、本当よかった。全然いつでも大丈夫ですよ。はい。ありがとうございました。またありがとうございました。またおありがとう願いします。ございました。またね。また多分どこかで会うと思うから。ご近所さん。バイバイ。ありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。またお願いします。またお願いします。ありがとうございました。はい、ということでですね、今第2回おっさん祭りにね、行ってきました。で昨日はねちょっと雨がね、少し降っちゃったんですけども、今はね見ての通り晴れております。閉会式後にね晴れました。閉会式後に晴れるから。そうでね、やっぱりねここでしか会えない人たちもいますし、お久しぶりの人たちもいますし、よく会う人たちもいますし、もうほんとねいろんな人に会えて、またなんかねこういうイベントはね参加する方もすごいね楽しくて、僕らもねキャンバケっていうねイベントやらせていただいてるんですけども、すごくねなんか勉強になるところもあるし、やっぱね自分たちがね参加者として楽しめるイベントね、こうやっていけるのはねいろんな意味でね良かったかなと思います。うーちゃんもね子供もねまた新しい友達もできたりとかね、してすごいねいい経験になりました。はいでね、その際にですね今回ね、ご紹介させていただいたオールパワーズの R1500、こちらですね、動画の中でもねいろいろ紹介させていただいたんですけども、昨日もね夜ねキャンプとしても実際にねちょっと使ってみました。車中泊の面でもねすごくねサイズ感としてもパワーもね申し分なくてねなかなか使い勝手がいいなと思ってたんですけど、実際ねキャンプで使ってみたら、それはそれでねそれこそホットプレートとかそういうのも使えるし、昨日はね熱換気とか回したんですけど、どっちもいけるなって。それよりかはキャンプも全然いけちゃうから、どっちでも使えるすごいね優秀なポータブル電源だなと思いました。で今はね残量がねあとねもう 9% ぐらい。キャンプでもね使いながら、あとねキャンプ場とか行くとシャワーとかお風呂あるんですけど、やっぱねドライヤーがなかったりするんですよ。そのドライヤーとかも実際ね使ってみたんですけど、全然ね余裕で回せました。なんでその辺とかもねすごくね良かったなと思います。はい、ということでねぜひね概要欄にですねオールパワーズの R1500 を載せてますのでね、ぜひね気になった方は詳細をね調べてもらえればと思います。はい、ということでね今回はですね、おっさん祭りというイベントに参加させていただきながらポータブル電源のねご紹介をさせていただきました。またねこういった機会ねイベントとかあればね僕らもね参加したいなと思ってますので、あとね僕らのねやってるキャンピングカーバケーション、こちらのイベントもですね、まだ和歌山も、募集してますし、また来年もね、やると思いますので、ぜひね、ご興味持たれた方は参加していただきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。